ために何かをできる一番自分にとって嬉しいし達成感もめちゃくちゃあります。そのぐらいです。はい。技術はお父さんの方が上なので、先輩ずらしながら魚を見てるみたいな感じです。ありがとうございます。あ、美味しそう。美味しい美味しい。すごい。またいいね。うまいうまい。いいぐらいですよね。カキ使うかな、店長。カキ。これ魚町でよかったです。でも言い方したの。1.2。はい、残りは。はい、残ります。OK。点々来い。何か3点。お、28どうか。18、はい、お願いします。ここ、ザクですね、下。フグですね。豊前の牡蠣と北海道産ホリ貝、海ぶどうですね。あとホタルイカです。でもヒラスです。今日じゃ少なめですね。あとこれでなくないですね。はい。すみません、よろしくお願いします。とりあえず荷物だけお持ちしておきます。おはようございます。おはようございます。料理お願いします。はい。
来いよ。顎にスーツついてる。スキって一番技術がいるから。あ、釣り本入ってるやん。釣り針が入ってます。すみません、釣り本です。はい、入ります。お願いします。お2回ご約束ご来店です。いらっしゃいませ。おあと3の10で2名様ご案内します。まずこちら、お刺身の盛り合わせをお勧めしております。こちらがお2階に生けすがあるんですけど、生けすから取れた車エビや生ウニ、アワビなど新鮮なお魚を7種類ほど盛り合わせたお刺身の盛り合わせです。こちらですね、それぞれの食材に合った調味料でお召し上がりいただけるので、お楽しみいただける一品となっております。続けてこちら、炉端焼きで焼かれたカツオハマグリでございます。こちらですね、愛知県の日間ヶ島のハマグリでして、とっても身が大きくてプリプリとしたハマグリになっております。こちらお出汁がとても美味しいので、お出汁と一緒にお楽しみください。最後こちら土鍋で炊いたご飯でございます。こちらが唐津の特焼コシヒカリを使用した、とても粒が一粒一粒立っていて、ふっくらとしたお米になっております。ご飯のお供を3種類お選びいただけるシンプルなどどめご飯の他に、その牛まぶしや旬の魚とセリのどどめご飯もございますので、ぜひご検討お願いいたします。他にもメニューたくさんございますので、はい、ゆっくりお楽しみください。はい、ご来店ご案内します。2名様ですか。はい、ありがとうございます。ちょっとこちらにお入りくださいね。一気に2名様ご来店です。はい、いらっしゃいませ。はい。2回ご約束ご来店です。はい、いらっしゃいませ。はい。はい。さあ、先にこちらご飯のお供の方をいただきます。2の1を連れ様ご案内します。はい。いらっしゃいませ。おあと2の4を連れ様ご来店です。はい。いらっしゃいませ。失礼いたします。ごめん、2の
レコードしてお味ついてるんで、よかったらそのままお召し上がりください。あ、美味しそう。すごい美味しそう。卵黄とこの肉のコラボレーションもすごい。ここにそぼろもあるからマジうまい。はい、いらっしゃいませ。はい。はい。おいよ。はい、すみません。お食事中前から失礼いたします。白石のレンコンでございます。お願いします。今から塩取ってくれる。今から塩持ってくれるんで、遅くない？やっぱりいいよ。最後俺離める。入らない。塩コントロール。
死んだね。ここ刺して。これ心臓みたいな感じ。グッと刺して。このエラを取る。で、こうしてまず入れたとこいいよ。まあ当然難しい魚だよね。でもやっぱお客さんが一番楽しそうに食べてるのが嬉しいですけど、それ以外だったらバイトの子が楽しそうに仕事をしてくれるのが一番嬉しいです。人のために何かをできるのが一番自分にとって嬉しいし、達成感もめちゃくちゃあります。立場はないんじゃないですかね。自分もいらないって言ってるんで、そんな料理長とか副料理長とか立場ができちゃったらバイトとの距離感がどうしても出ちゃうのが嫌なので、責任を負うのは全然いいんですけど、いらないですって笑顔で断っちゃうんですけど、料理長黒部と一緒でいいんですよね。了解です。了解です。危ないとか、今更言ってるとか気づかない。これ水洗った？あ、今洗ってます。
別にそういうわけではないです。もともと継ぎたかったのは継ぎたかったんですけど、はい。お父さんが嫌だっていうのが、じゃあ自分で店開くしかないなみたいな感じで始めました。SEO の入社は私が先輩です。先輩名乗ってます。お父さんに先輩を名乗ってるけど、技術はお父さんの方が上なので、先輩ずらしながら魚を見てるみたいな感じです。パチパチいたしますね。カレーは私個人的に趣味ですけど、人気メニューです。一番食べてほしいです。パウダーのスパイスを入れて。辛さはちょっと抑えめにしてます。食べやすいように。鳥貝は木の芽味噌でいいです。木の芽味噌。はい、バタバタ作ります。出来たてのお料理とか、あったかいお料理をこうなんかこうイメージしてほしいなっていうので、土鍋ご飯から出る湯気とか、あと蒸し器から出る湯気とかっていうのをそのまま店名にした感じです。ジャンボ、そのオーダーブレッジしたか。これ今回おすすめの紙も一緒に帰ってください。本日のこのお客さんは来た。で、6時半からうなぎのお寿司すいません、失礼いたします。じゃあ、お通しのうなぎのお寿司でございます。はい。そうです。はい。いや、盛ります。うまい。まず真ん中にあるのがアワビでございます。こちらにある生けすから取れた新鮮なアワビを使っております。続けてこちらがタコでございます。タコはですね、こちらこういうネギをおかけしてますので、こちらをかけてお召し上がりください。こちらがタチウオでございます。タチウオの方は、梅わさびをお付けしておりますので、そのまま梅わさびをつけてお召し上がりください。
それを開封したら残留させてもらうもう一度ここの入れはい、いらっしゃいませ。はい、お待たせしました。焼きがきでございます。もう一つあります。はい。二の用お連れ様からです。はい。はい、どうぞ。二の用お揃いです。はい。殻が熱いんで気をつけて食べてください。はい。2番あと10分です。よしです。ああ、なんか潰さないとまずいだろ。はい。あ、よかった。携帯入ったらありましたか。私はどのぐらい盛りましょう。このぐらいで。とりあえず、このぐらいで。はい、リュウセイおはよう。料理お願いします。鴨とリンゴのサラダの方ですね。こちらから失礼いたします。お漬物ですね。はい。わ、いい、美味しそう。これはうまいわ、絶対。料理行きます。お願いします。ありがとうございます。もっともっとつけすぎた。いただきます。美味しいです。
はい。はい、させい。日本語入っとん。オッケー。刺身入っとよ。223お料理上がりです。はい。いらっしゃいませ。有川様、ありがとうございます。すぐ加工のものが参りますので、こちらにお待ちください。はい、レナおはよう。ご案内お願いします。焼き貝お料理上がりです。はい。はい。はい、失礼いたします。サンドイッチお願いします。これ店長のおすすめでめっちゃ美味しいんですよ。カルダモンですね。この時期にこの手は珍しいぐらい。まあ原価度外視じゃないですけど、とりあえず僕が美味しいものを提供したいんで。これラウンドサイト全撃やる。でも一番いい魚をやっぱり持ってますし。いいっすね、めちゃくちゃ。そうですそうです。それまではね、こっちないと。お寿司屋さん。いやいや、俺が作ったわけじゃないから。東京のよしみでさ、まだごさ。めっちゃ濃厚でした。もう口の中でとろけました。これ一銭で持たずに喋りかけたから。ありがとうございます。すいません。この1台ですかね。1台ですか。めちゃくちゃいいです。魚マフィアですか。すごいですね。いやもうすごいですね。そうですね。この時期にこの手は珍しいぐらい。ありがとうございます。
でもこっちの方がいいじゃない、もう塊で。ラウンドサイト全員的やもん。やられた他のといや本気なんだよ。仕事やけど。はい。マジは引くでしょ。現場から出ればもうめっちゃあった方がいい。いちご狩りとか。はい、ありがとうございました。今日4時からじゃないですか。はい。寝る時間あんまりないですよね。3時まで営業して、はい4時に来るんで、動線は繋がってるつもりです。でなくて、はい仕入れに来ます。まあ、原価度外視じゃないですけど、とりあえず僕が美味しいものを提供したいんで、多分原価率めちゃくちゃ高いと思います。お魚に関しては。まあ、その分お客さんがね、分かってくれてると思うんで、一番。やっぱこう、決まった魚をね、みんな使うじゃないですか、やっぱり。今、旬だからこれ。旬じゃなくてもいい魚とか、ね、その日に上がった、やっぱ個体でいい魚ってあるじゃないですか。そういうのをやっぱ市場に行って見つけて使いたいですよね、やっぱり。そこで、やっぱよそとは違う魚はあそこに行ったら食べれるんだっていう。いや、字めっちゃ汚いんで多分取ってる。絶対に参考にならないです。炙り刺し、塩焼き。ね、宝探しみたいな感じですね、毎日。ね、ああやって顔つき合わせないとやっぱ、市場の人も教えてくれないし。すごいな。まあ、石貝は今の時期の1ヶ月か1ヶ月半ぐらいが多分一番ピークになると思うんですけど。いや、学校も一緒です。あ、学校一緒なんですね。敬語小敬語中です。あ、そうなんですね。その固い絆は何なんですかね、それ。ねえ赤い糸ですね。ですよね。まあ、磯臭いイメージ持たれてるかなと思うお客様も多いと思うんですけど、まあ、本当に美味しい次第はしっかり脂もあって、身もちょっと甘くて薄作りにして食べたらめちゃくちゃ美味しいです。すごいですね。
全部油ですこれ全部油ですめちゃくちゃうまいですか？めちゃくちゃうまいと思いますこれは。お電話ありがとうございます。お魚ポトロでございます。という役でした。いいっすね、めちゃくちゃ絶対美味しいですこれ。
ちゃすごいね。違うトレーナーばっかり。NG 集ばっかり。NG 集ばっかり。やばかった。そんなに今日はやばかった。でも煙ずっとついてきた。そうですね。やっぱよそにないラインナップをで頑張って揃えてるつもりですけどね。なんなら卒業式で咲くみたいな。ちゃん小町配ろうか。今日は炙りがですね、サワラの炙り、クエの炙りですね。ヒラマサ、クジラのウネ、アオリイカと北海道のウニで金崎玄ちゃん味生本マグロになっております。はい、いただきます。ニュースの感じにいたら絶対うちの店なんですよ。それで大丈夫って言われた。そうですそうです。山本お待ちしております。はい。まだ。そう変わらなかった。最近最後あれだ。すごい。それ弁護士通してさ。1時間過ぎたらもともとあれがそうまあそう帰れないみたいなこっちがその気ならこっちもはい。イカね、アオリイカ美味しいんで、基本イカが美味しいだけです。後ろ通りよ。あ、本当ですか。
札幌、はい。瓶ビールの札幌。グラス2つです。はい。コンセントはーい。お疲れ様です。今のとこまあ他の箇所。どうですかね、その。はい。
これがお魚マフィアの。そうですね、お魚はい、素晴らしいフォルムじゃないですか。顔がちっちゃくてなかなか見ないですこのサイズ感が分かればね、もっといいですけどね。そうですね、炙り刺しと、塩焼きですね。そんなことある？お子さんは昼間から預けてるんですか？そうです。朝の午前中に預けに行って、はい。買い出しに行ってるとか。そうです。夜まで9時頃お迎えに行くんですけど、生活リズムは大変ですけど、頑張ってもらってます。まだって可能性に食べる機会がなくなってきた。ありがとうございます。お魚ふとろでございます。はい、大丈夫でございます。はい、お名前とご連絡先お伺いしてもよろしいでしょうか。そう、ホタテのチゲです。ベビーホタテ、ここ蒸し小バター焼きとでお出ししようかなと思います。どうしましょう。もう入ったっちゃ入ったんですけどね。ベビーホタテ、ホタテのチゲ。何ですか？青森県産です。青森県産。はい、今しかないんで。ちっちゃいけどホタテなんじゃないですか。パエリアというかもちろん。だから作業してます。うどんってある？
茶ある。美味しい。美味しい。美味しい。本日はホタテバターで売ることに決定いたしました。偉い。ありがとうございます。気づいたら俺2月から元に喋りかけたかも。あれね、車のアタッシュボードにこう、いつも10万円。そう。頭をはげちゃう。入りやろって言ったら。付き合いやるんだもん。入れば絶対美味しいよ。まあその社交辞令で。まあね。一旦ね。まあね。今とからちゃんとその人に書いてたね。
俺らとかねまだね、ちっちゃい時からつけてるんで、夜はもう目いっぱい頑張ります。子育てとの両立はすごく大変ですけど、それよりももう、ね、お客さんがこんだけ来てくださるっていう楽しみの方が今は大変だけど楽しいです。めっちゃ魚美味しかったです。器も綺麗で箸置きから感動です。お刺身一番イカめっちゃ濃厚でした。もう口の中でとろけました。誰よりも頑張り屋さんのところですかね。すっごく仕事が楽しそうに毎日帰ってくるんで。おかきさんレンゲそれまではね、まだ築地にある丸山のり店東京から送っていただいてお寿司屋さんも使ってるのりです。完全に僕が俺がテレビ離れまで考えたけど気になってたらちょっとこれは未知数すぎてそれはこの会社でうまいと思ってもらえていかんとごめん、俺がしてあげてちゃんと見て一緒に見るやつが入るやつがこっちないとお寿司屋さんいや俺が作ったわけじゃないからあの人みたいなインスタで見る手で渡すでしょね。ちょっと小太りの方の違ういやもうそれこそ3月が昨日スタート今柔らかいもう海苔が美味しいのだって間違いないよ。ありがとうございました。
皆さん日本語ちびちびのまあかわいそう一緒に寝てるはあ夜の方の話に下処理していただきます。はい。
ってって、でもうあとは水でさらしておきます。最初は若者の声で全部4巻。あら。焼きは何で6巻落ちる。はい。
ました。白子になります。はい、どうぞ。干し柿とチーズですので、はい、お食べください。このままいいです。ちびちびのまあ今年が心配です。はい、もらいましょう。ありがとうございます。はい、すみません、皆さん。空港で帰れる。もう金とってもいい。あれは帰れない。立派なものです。あれですね。ありがとう。全部ごまさば持ってないから、ごまさばとお刺身で。唐揚げになります。失礼いたします。失礼いたします。こちらもお下げしておきますね。
はこっち下ですか？あ、下ですね。はい、もらいました。あ、もういい。はい。はい、取れます。あと1個ね。お茶で焼ける。もうお父さんだけ美味しいもの食べてる。ああ、卵巣やったね。卵巣です。量が多いけん、2人で1個にしようけん。これがあっちが一生のはい、高校祝いとメリアとひなの誕生日お祝いです。はい、おめでとう。はい、おめでとう。おめでとう。おめでとう。ここにはこうし。このフグ1枚をいただきます。おネギと絡めたら、おネギ。ネギと美味しい。失礼します。取られちゃったよね。あのカンカンもさ、みたいな。そうそうそう。食べれる人。いや、めっちゃ味いい。毒？みんな食べて。美味しい。玄関セットいいですね。あらら、もうこれで全部。今来てるのはこれで全部です。わからんそんね。いいんですかそれ？はい。一台の？はい。何台かずつ？手間かかる。
願いします。帰ってこへんから慌てて飲んだる。やってるよね。やってみようかな。ああいう人はちょっとうちらの時なんで。だから清潔系女子が全部ワイでダッシュして、なんだっけ、自分での小さい。何だっけ。おどおど感がすごい出るよね。そんなことないよって言ってくれたはず。本当だってね、いや。邪魔くさくなったらダメよ。え、かわいそう。ビクトリア。別大会を。一緒に寝てる。天本誰？天本はそうですか？そうか。なんとかさんも同じ部屋になったと思う。ああ。小学校の時。ほんまですね。この城役は江戸城役につながるんですよ。江戸の城、城もあっていびきだって、この城の肌が綺麗じゃないですか。だから子供の肌、それから娘の肌、それで小肌って呼ぶようになる。だから江戸方面です。私
法事とか宴会とかそういうお仕事をずっと親方の代から50年やってきてたんですけど、今後そういう仕事が多分自分一人ではできないと思ったんで、もうちょっとコンパクトにして江戸前寿司、特に古典的なと言われている江戸前寿司の仕事が昔からしたかったので、その夢の実現のために大改装しまして、でお店のコンセプトも変え、で中身も変えっていう感じで始めて今1年ぐらいですかね。まだまだこれからだと思うんですけど、それでもなんとかお客様が、ね、通ってきてくださってるので、このままいけるかなっていう感じはあるんですよね。塩とすだちでどうぞ。ありがとうございます。
それでもむか。塩は塩も。これ小豆はね、色をつけたり皮が剥がれないようなそういう意味合いで日本料理から来たり、これ小豆を入れる。女将も親方も最初はね常連さんが離れちゃうんじゃないかっていうことで心配はしてましたよね。だけど私がわがまま言わせてもらって、今よりも将来こういうふうにやっていきたいからちょっとメニューは大幅に変えさせてもらいますっていうことで了承を取ってそういうやり方をしましたし。ないよ。芝エビは？
温めますのでね。フライパンにこれもらっていい？
1年なら1杯10万円。すいません、先に申し訳ないです。はい、タコの桜です。ありますか？はい。二人旅ってよく行かれるんでしたっけ？9月に函館に本会っていう。うんうん。盛岡で美味しいものが食べられればと思ってるんですけどね。本当にいろんなとこね、食べに休みの旅に行かれてるから。あ、そうそう、同じ寿司組合の。生のマグロの天身赤身でございます。どうぞ。だし巻きですね。どうぞ。はい、口見台でございます。その場しのぎっていうのはないんですね、しげさんはね。だけどみんなすごい素晴らしい職人さんばかりですよ。あ、すごい。してない、珍しいですよね。ビールいきます、はい。盛岡になかなかそんな贅沢ができないですよ。姿寿司にしてございます。本マグロです。はい、中トロでございます。このね、マグロの話からね、そう奈良時代はね、このマグロのことを死日って言って、ね、江戸の人たちはそれを漢字に置き換えると死ぬ日って書きますね。非常に意味嫌って、しかも冷蔵庫がない時代です。じゃあこのトロの部分は痛みが早いんですよ。だからみんなやっぱり江戸の人たちはマグロは食べなかったんですね。ただ赤身についてはね、日本橋の馬喰町の恵比寿屋さんっていうお寿司屋さんが初めて醤油につけて、そしたら少しは保存ができる。それで赤身マグロについてはそこから醤油漬けにしてで漬けという言葉を中期の時にはなかなかねマグロを食べなかったけど、江戸の後期になったら結構
武士の人たちもやっぱり寿司を食べるようになってきて、トロはね日本橋の、有名な寿司屋さんのご主人と、それから三菱さんの商社マンがそのトロを食べたら非常に美味しかったと。で当時名前がなかったもんで口の中でとろっととろけるから、じゃあトロにしようっつって、そこで初めて決まったようですね。だからトロって名前はもう本当にまだ最近ですよね。とってもね、制限に対応していただいて、とても気を使って美味しくいただく。こうしてくださいねって言うとね、ちゃんと答えてくれるんで、さっきもね、ちょっとリクエストしちゃう。次回、ね、次回のお楽しみでございます。そうなんです。ちょっとそういうことやってると楽しくてね。ね、さようでございますね。これは中の味噌をね取っちゃうんですよ、こうやって味噌というかきれいにしてね。私は車エビを茹で置きしておくので、剥いた時にこの甲羅を外しておくことできれいにさばけるんですよ。だからちょっとした手間なんですけど、あったかいうちにこういうことをすることで最後の握りの仕上がりがきれいで、自分の理想とする形にエビを握ることができるので、ちょっとした手間です。それまで出前とかお寿司は作らせてもらったけど、対人じゃなかったので、その目の前のお客さんっていうことでなかったので、中田もそうだし、魚全般は無事に教わったので、巻物にしても自分で今までこう作ってたものが、かんぴょう巻きは、四角じゃなくて楕円に巻くとか、芯が真ん中にいってるかとか、切った断面が綺麗か、高さが揃ってるかとか、そういった細かい技術コンクールの中のその規定の部分をきちんと勉強し始めて、そこから意識が変わったって感じです。高い望みは本当にないです。急には絶対上手にならないので、毎日の積み重ねでしかないんですけど、少しずつでも亀さんでいいから、もうゆっくりゆっくり上手になりたいっていう。
もともとサラリーマンを、当時はやっぱりこうサラリーマンより商売の方がいいじゃないかななんてそう思ってね何やるかっつっても別にこれってあれがあるわけじゃないので魚の仕事でもしようかなと、一番手っ取り早いのはやはり小売業かなと、そこから始めたんで3年ぐらいですね、鮮魚の小売店専門店っていうのはなかなか厳しい時代で、スーパーマーケットなんかがね近所にありますんで厳しい経営になりましたもんで、そこからあまりいろいろ考えて、寿司という飯に入ってたんですけどね、最初はそんなに難しく考えないでシャリを作ってそれに刺身を乗せればそれが寿司になる程度ぐらいの若さですよね、そこからスタートしましたけど、当時もやっぱりこうお持ち帰り寿司とか回転寿司ができ始めてましたので、やはりそことの差別化っていうのはいろいろと文献を読んで、考えてうちのじゃあ何かがそれでたどり着いたのが江戸前寿司という寿司ですよね、そういう歴史、それからそれにまつわるその時代の文化、そんなものも一応文献を読んだりして、この現在のこの久保竹寿司の江戸前寿司というものをね作り上げたんですけどね。恥ずかしそうになんか。思うんですけど、正月やってるんですよね。信じられない。昔のほらお正月だとさ。はい、車エビどうぞ。新居浜の漬け込みでございます。はい、どうぞ。食べられないものはこの中でありますか？ないですね。あとウニもご用意できます。一力？うん。さっきこれ食べましたよね。はい、しめ鯖ですね。はい。本来はこの城ってことだから、いやいや武士が切腹するときに最後にこう焼いて出すお魚がこの城なんです。だから腹切り魚とか、しかもこの城を焼いて出す。だからこの城を焼くは江戸城を焼くにつながるんですよ。江戸の城、それもあっていびきだってで、その小肌ってこの城の肌が綺麗じゃないですか。だから子供の肌、それから娘の肌、それで小肌って呼ぶようになる。だから江戸方面です。お盆の時にこの城を焼いて、その匂いに
まあ釣られて亡くなった子供さんなんかがお盆の時に書いて、この人たちこの詩を子供の代わり、江戸は江戸城の代わりですけど、上方は子供の代わりってこの城ってことですけど、そういうこと聞いちゃうと食べるのはなんかこう、このおぼろもね、やはりこういう小肌なネギと、生姜を二人鉢で。別格だな。火でどんどん砂金をやって鉄にするときに本当に純粋なものだけを取り出す、それで日本刀を作って、それがケラっていうんですけど、我々もそれにちなんでもう純粋なものの卵焼きってことで、これをケラっていうんですよ。でこれをケラ鍋っていうんですよ。カタカナでケラって。普通のだし巻き卵っていうのは一般的に卵屋さんやるじゃん。あれは我々の業界では菓子玉っていう。もともとは菓子玉とこのケラ焼きと2種類。であとは関西の方から来たいわゆるだし巻き卵。この3つだけどは江戸前の土っていうのはこのケラ焼きのことですね。赤石のところは非常に高いね。こちら町の寿司屋で昔ながらの江戸前仕事をする寿司屋なんですけど、親方が江戸時代生きてたんじゃないかっていうぐらい江戸時代の話をよくしてくれるんですよ。それがお客さんにすごい受けてて、カウンターで私が握っている横で親方がいろんなその江戸時代の面白話をしてくれるので、そういうのがご興味のあるお客様がうちのお店なんか来たら絶対楽しめると思いますよ。わかんないどこ。
高さが全然違う。特注で作ったり、高さが6センチちょっとあるかな。まあその時うまくいったり失敗したりやってもな勉強ですよ。みんなご夫婦でね、長屋で寿司を作ったりしてたんですからね。いつの時代でもみんな女性はやっぱりすごい働き者ですよ。また女性がいないお金がもうねちゃんとしてなければこの店はなかなか成り立たないんで、何でもできる。ただ握り寿司だけはね、やるんですけどね。負け寿司は本当にやります。ありがとうございました。難しいよね。じじがじじになったりする。もう今日は七五三でもうテンション高くて、ママに内緒だよとか言って。かしこまりました。塩とすだしでどうやってその保存したか、冬場は氷がある程度あるでしょうけど、そうでない時期はどうやって保存したかって非常にその人たちは苦労したでしょうね。一説によると井戸水の中に例えばマグロとかそういうお魚をこう油紙にあれに包んで、そして井戸の中にこう浸しておいた。すごい。とろっとすごいね。
ちょうどだから文化文政時代っていうのが将軍と徳川家成さんという方が、どっちかというと祭り事は全然しない殿様で老中に全部祭り事をやらして、自分はそれこそ側室をいっぱい作ってこいつをもう55人作った殿様っていう、そのとがもう全部自由にいろんなものを文化をやらせたんですね。ですからその当時十返舎行くの東海道膝栗毛とか、ああいう滑稽本とか、それから美人画とか、それから役者の絵のああいう版画、ああいうのもね、その当時出てきて、寿司もその当時ちょうど出てきた。あの時代に全部文化も、非常にいい時代だったんですけども、それが今日まで残ってるんですよね。レストランみたいな。与兵っていうお店はもうあの人は昭和の初め頃にもう廃業しちゃいましたね。その名前を使った。なんであの名前使ったんですかね。美味しそうに見えるからそういう思いつきでつけたんでしょうけど、9歳の時に江戸へ来てエッチ奉公をやって。それからやっぱり13歳ぐらいでちょっとそこをやめてお寿司の道に入ってみたんですけど、後に両国の恵光院の前で大きな店を最後に作って非常に有名になったんですけどね。はい、お待たせしました。大変でしたんですけど、いろんな方に助けていただいたんで、おかげさまで復活することができまして、1日お休みして全部店内改装した後もやり直しっていう感じだったんで、大変ですよね、それはね。ですけどそれ以上に得るものが多かったので、プラスマイナスで言ったらプラス、本当に皆さんのおかげでっていうのがよく分かりました。ありがとうございます。常連様とか私の友人とかみんなに応援していただいて本当に感謝しかも本当感謝ですね。あの時にはね、今思い出しますけど、ちょうど1年前ですね、あっという間の1年でしたけど、お茶屋さんが、そこで、玉露茶を使いました、でその玉露茶で一緒に合わせて出した。今までの寿司屋っていうのはね、本当に番茶で、もう寿司に勝るそのお茶を出してるのはやっぱりあれなんですから、本当に番茶で。めちゃくちゃでかいです。ダメです。お腹入りまーす。ナイスファイヤー。それで何キロ？じゃあ、お願いします。こうです。よいしょ。
入ってた。これもう保証書可能なんです。ひらめてか。でかいよね。かっこいいよ、ちゃんと3枚おろしでできる。コーヒーと作ってくれて。しっとりできた。あんこはどぶ汁？どぶ汁と唐揚げ。あざっす。はい。前回は丸々タイが1匹入ってました。今回はいっぱい入ってる。平味。刺身でいけます。イカ2貫。やったなんとイカ3貫。豊作やな。以上ですね。ザラハイも。いや、明太子2つ。あんこうの唐揚げ。熱いですよ。で、お好みでお塩つけて食べてください。何をしてるんですか。違う。あとカマスやらね。何それ。これはでかいな。最近一番いいよね。パンパンです。パンパンです。久しぶりやろこのサイズ。お手本でした。はい。
木元刺身が何々ノドグロヒラメ分厚いノドグロです。めちゃくちゃでかいです。めっちゃでかい。めちゃくちゃでかい。こっちを焼きにします。で、こっちにつけていきます。はいよ。はい大好き。1万ぐらい。全然クオリティめっちゃいい。しかも好きなの頼める。クリームチーズドーガー。やっ。ザリ中。お願いします。吃完不一样，什么一样？2番先させてくれ。いただきます。うまっ。はいどうぞ。どうぞ。似合うな。はい。はいよ。ただいま。マーチャンファームのマーチャンからもらったこのチンゲン菜の根っこも捨てるのもったいないんで出汁にします。イワシが大好きで、イワシつみ焼きが入ってる。フライとつみ焼き。天草のエラ水産というところからイワシ節香りがすごい燻製の香りが効いてるんで、これも
投入します。心を込めて丁寧に作った小松菜です。マーちゃんファームいただきました。チンゲン菜もらっていいですか今日。はい、どうぞ。すみません。すみません、いただきます。はい。社長、ありがとうございます。ちょっと塩入れて、マーちゃんファームの小松菜です。綺麗なお写真できます。東京で働いてた時5号っていうお店だったんですよね。すごい繁盛店で、その5号のその5をちょっとモチーフにしたくて、ちょっとそのまま5を使わせてもらいました。で5だとお店っぽくないんで、運がつくと運気が上がるとかあるんで5にしました。単純なんですけど。これは買わなきゃですね。5.4キロ？1.4キロ売り切るかもしれない。もらっときますかね。だからもう赤身きれい。ダメです。いつも取らないサイズです。カマスもある。カマス。ラーメンって感じ。
ちゃファンの小松菜気分で。ああ、いい笑いやね。ナイスファイヤー。ナイスファイヤー。この罠が美味しいんですよね。罠で叩くのが美味しい。やった。めったに見ない大きさのとかじゃないですか。ちっちゃい時から。いいカツオです。だけね。香りがすごいです。今日作った自家製のポン酢です。どうも和田焼きです。はい、どうぞ。少し入れます。3つおにぎり。いやこっち。完成。原さん。そう全部。何時ぐらい？20分ぐらいいけるかもしれない。どうも勤労はだいたい4回転して、平日が3回転ぐらいです。社長がいいんで多分。はい。ね。そう。これでかい。半分でいいやな。うちの店で売り切れるかもしれない。半分いいっすか？ありがとうございます。さばける間に。海水ですか？海水。ヨシキを連れてってヨシキにもさせないと。ヨシキ店でどうしたの？買いすぎって言われるから。売りがいいで切れるんですよ。切れる？ちゃんと切れるやん。そうそうそう。ヨシキ頼んでくれる。それ大きかったら後ろ。レスキューツレ。これが来ました。まあ無理はなくしょうがないことですね。釜です。これふみやこれやってこれやっとって来てこっちは
のどぶ汁です。投資です。あんこうのどぶ汁です。ヒラメの肝です。またその時は常連さんはこれ肝大好き。ちょっと出してます。可愛いお願いします。やっぱり理解してくれる人にはさ、こんな方針されてるの大事なんですね。すごいと思う。普通だってはい、いらっしゃいませ、新中。やだ。じゃない人が多いですか？思いません？じゃない人が多いですか？はい、それ。いいような盛り付けでいきます。花火を。まだね。大丈夫ですか？聞いてないです。失礼します。誕生日おめでとうございます。地味に花火させるのは初めて。30歳になりました。いやでも山のふもといいミネラルがあって美味しい野菜がここら辺も取れてるみたいな。アクが多い方がいいんでしょ。実際に。じゃあちょっと美味しく料理させていただきます。お願いします。いいサインです。久留米のお米です。半分がいいかな。半分でいい。半分。じゃあ白だしです。もう何でいい？頭落としちゃう。
ま絞ろうかな。はい、お待たせです。レバーです。どうぞ。唐揚げのポイントは潰します。そしたら肉汁が中に閉じこもるんで。で一度冷まします。はい、あかねさん。はい、行きます。はい、何をしてるんですか。めっちゃ痛そうやん。生地卵はダウンタイムやる。やばいから。でもマックやけど、アイシャドウと眉毛なんて。いや、水筒ってどっち系似てるんですよ。誰かおる。めっちゃ美味しいです。どれも美味しい。盛り付けと野菜と。あがによね。いいですか。あがに。なんか緊張するの分かる。
2、3ぐらいです。私は肝串、レバー串、美味しかった。美味しい。全部美味しいです。めっちゃ社長かっこいいですね。イケメンですね。イケメンで。恥ずかしいんですよ。酒ないと。皆さんお疲れ様です。なんかチューハイにこれ絞るだけでもめちゃくちゃうまいですね。自家製のポン酢にします。お魚にあげつ絞るやつもこれをです。これを火にかけてアルコール飛ばしたいと思います。北海道の利尻昆布です。と鰹節。全部111です。この間そろそろ時間あれです。日にち始めますよね。その今4時。白い方がいいです。実家のつぼみ。ちゃんとして。やばい人なんだろう。何かしらに。2ボールください。入ってる。ヘラ使ったらいいかも。すぐ割れるから。ちょっと買ってみたらもう確かに。個室。手前の個室です。だからまだ行ってないです。また今度。オッケー。一人前でいいと。はいよー。
なんか皆さんに好かれるような営業されてるので、僕は一番それが好きです。美味しい、何食べても美味しいところと、アットホームなお帰りなさいっていう感じがする。美味しいです。何でも美味しいですけど、魚とあと野菜、いいね。家で採れた野菜が。まだなってる大根とかもあります。つぼみ菜がありますよ、つぼみ菜。天ぷら美味しいです。これちっちゃいんですけど、辛味大根ですね。ちょっとこれ分かりづらいんですけど、そうみんなです。炒めても美味しいし、天ぷらにしてもめちゃくちゃうまいです。この水がちょっと太くなりすぎてるんでこれはおひたしですね。またゆっくり。次いつ予約してくれるんですか？土曜日予約しました。はい。坂井さんもまたゆっくり。予約しときますんで。すみません、ありがとうございます。店長。店長。ありがとうございました。お待ちを取ります。さあ、ありがとうございました。